連載開始から25年が過ぎてなお、未だにヒントらしいヒントが出てこない大秘宝ワンピース。僕も早く答えが知りたい。というわけで、今回はラフテルにあるものとは何なのかと、ラフテルの出口はどこにあるのかを考察します。では行きましょう。小田先生が子供の頃に見たオズの魔法使いのオチが不満だったと発言されたことは有名な話かと思いますが、これまでのストーリーのリンクからラフテルを考察しようとすると、どうしてもオズの魔法使いの終着地エメラルドの都がラフテルと関連付けされているように僕は感じます。その例を挙げていきますと、第472話の扉絵に月の民が資源不足で青色の星へ来たことが描かれていますが、同じようにはるか昔、自国にない資源を求めて海へ出たと語られたトンタッタ族が住んでいる島の名はグリーンビットです。船を岸壁に係留する際にロープをつなぐ柱のことをビットと言いますので、グリーンビットは緑の柱です。エメラルドは漢字で緑柱石と書きますので、トンタッタの住居にはエメラルドの都の要素が隠れています。僕はイム様はその昔に月から来た月の王の末裔だと考えており、その月の王のことを初代イム様と勝手に呼んでいるのですが、その初代イム様はラフテルにいると考えていますので、トンタッタ族とのリンクを考えると、ラフテルにもエメラルドの都の要素がありそうです。以前に初代イム様のヒントキャラだと考えたエネルも、故郷であった空島ビルカにはない黄金という資源を求めて空島スカイピアにやってきました。エネルが住んでいた神の社を支えていたのはジャイアントジャックですから、これも緑の柱です。この2つのリンクから推測すると、小田先生はオズの魔法使いのオチに不満があっただけで、物語自体は大好きなんじゃないでしょうか。扉絵にも書いてますしね。だからワンピースのストーリーの中にオズの魔法使いの要素をふんだんに取り入れつつも、オチを自分の納得のいく形に変えようとしているのだと思います。であるとするなら、ラフテルのイメージはエメラルドの都で逆にいいのだと思います。ベラミーが否定した空島、黄金鏡、エメラルドの都、大飛行ワンピースのセリフの中で、エメラルドの都だけ行かないってのも気持ち悪いですしね。というわけで、ラフテルはエメラルドの都と仮定して考察を進めていきますが、そこで注目したいのが、ワンピースフィルムゴールドとその連動版アニメのハート・オブ・ゴールドとシルバーマインです。フィルムゴールドのグランテゾーロンには国を買い取れるほどの金があると言われていましたし、映画連動版アニメハート・オブ・ゴールドのアルケミにも世界を変えるぐらいの価値がある金属が出てきましたので、フィルムゴールド関連の3作品にはラフテルと大秘宝ワンピースのヒントが隠されていると思います。そういう目で見ると、この3作品にはあるはっきりとした特徴があります。それは小田先生がオマージュを込めて作品を書くことは周知の事実なのですが、この3作品は他の作品とは違い、明らかにオマージュであることがわかるように描かれているんです。映画連動版アニメの方にはトレジャーハント、オルガンによる仕掛け、トロッコなどの要素からグーニーズとインディ・ジョーンズのオマージュが込められていると想像できますが、フィルムゴールドに関しては分かりやすくオーシャンズ11と12、ミッションインポッシブルのゴーストプロトコルなど、映画に詳しくない僕が見てもそのまんまのシーンがいくつもあります。ということは逆に、フィルムゴールドに込められている一見気づきにくいオマージュにこそ重要なヒントが隠されているのではないかと考えました。フィルムゴールドには全体的なコンセプトとして泥棒だとか潜入のイメージがあったと思うんですけど、僕はルパン三世の映画のオマージュが3作品分込められていると思っています。最も有名なカリオストロの城の要素は気づいている人もいると思うんですけど、ナポレオンの辞書を奪えとヘミングウェイペーパーの謎の要素も少しずつですが入っていました。まずカリオストロの城の要素から紹介します。ナミがテゾーロマネーの話をした時の内容がルパンが強盗殺の話をした内容に似ていたし、アルセーヌ・ルパンを連想させるシルエットもありました。テゾーロのもとに CP0 のスパンダムがやってきた場面と、伯爵のもとに ICPO の銭形警部がやってきた場面との人間関係が似ています。スパンダムと銭形が引き上げた後の田中さんとジョドの第一声、よろしいのですか、あのようなものに、というセリフまで同じです。ルフィとフランキーが塔から落ちる場面も壁を走り加速していました。その後、塔の上から地下まで落とされるところも同じですし、時計塔も出てきます。
次はヘミングウェイペーパーの謎の要素。革命軍のレイズマックスというへんてこな名前はクレイジーマッシュを連想させるためにつけた名前だと思います。クレイジーマッシュは過去に次元と組んで現金輸送車を襲った際に裏切って金を独り占めにしました。この要素は過去にナミを裏切って宝を持ち去ったカリーナで表していると思います。テゾーロの金庫の鍵もパンドラの箱の鍵も金の鍵です。次はナポレオンの辞書を奪えの要素。フィルムゴールドではルフィたちが序盤になぜかカーレースに出ますよね。グランテゾーロがギャンブルの街だということを考えてもカーレースには違和感があります。これが何かのオマージュを入れるためだと考えると、ナポレオンの辞書を奪えでもルパンたちがカーレースに参加するんですよね。そして物語の最後は島を軍艦に囲まれるんです。これだけでは少しオマージュとしては弱い気もしますが、他にルパンオマージュが2作品入っていたこととこの映画の内容を考慮するとオマージュであると考えていいと思います。ではこのルパン三世の3作品をラフテルのヒントだとして考えてみましょう。共通しているのは誰かが所持している宝ではなく、過去の人がありかを示したヒントを頼りに見つけ出す宝であるということ。ヘミングウェイとナポレオンでは宝のありかが書かれた紙を手に入れるためにみんなが争っていたので、ロード・ポーネグリフの写しの争奪戦をやっている今の状況に似ています。そうなると気になるのは宝が何であったかですよね。ヘミングウェイペーパーの謎の宝はウラン238でできた宮殿でした。ウランはドイツの科学者クラップロートにより発見され、天王星ウラヌスにちなんで命名されたとされていますので、ラフテルには古代兵器ウラヌスである初代イム様がいるという僕のこれまでの考察にも合います。カリオストロの城の宝は水門によって沈められた古代ローマの町です。このローマの町とウランの宮殿を合わせたイメージがエメラルドの都でしょうか。どちらもルパンたちが持ち帰ることができない宝であったことも、ロジャーたちが大秘宝ワンピースをそこに置いてきた理由とつながります。ラフテルにあるものがエメラルドの都であるとした場合、オズの魔法使いと同じオチになりそうですよね。ここからがオズの魔法使いのオチに不満を感じた少年だった頃の小田先生の発想だと思うんですけど、持って帰る宝がないならエメラルドの都ごと持って帰ればいいんじゃないでしょうか。僕は過去2回の動画でラフテルはタライ海流の下の地底の中にあると考察しているのですが、ポセイドンである白星の力を借り海王類に引っ張ってもらうことでラフテルを地底から出すのだと思います。国引きオーズのイメージです。ロジャーの時代にはまだポセイドンがおらず、ラフテルを地上に出せなかったため、俺たちは早すぎたというセリフにつながったのではないでしょうか。次はナポレオンの辞書を奪えの宝ですが、湾岸戦争後世界経済が低迷する中、ある経済学者がルパン帝国が隠した財宝には2000億ドルの価値があるといったことにより、世界各国が競ってルパン帝国の財宝のありかが書かれているナポレオンの辞書を奪い合い、ルパン帝国の別荘であるニプル城を目指すというストーリーでした。なんとなくワンピースの世界観と似ている気がしますよね。争奪戦の末、ニプル城に一番にたどり着いたのはルパンたちでしたが、埋められていた財宝とは真空管の特許申請と真空管ラジオでした。当時は巨万の富を生むと思われたものだったが、今となっては全く価値のないもの。それを見たルパンが、うちのじいさんらしいぜ全くと言って次元と大笑いするというオチでした。なんとなくロジャー海賊団が大笑いしている場面と被りますよね。そして面白いのがナポレオンの辞書を奪いのオチとして出てきたラジオとウィングウェイペーパーの謎のラストシーンに出てきたジュークボックス、つまり蓄音機がフィルムレッドのエンディングの中に何度も出てきているということです。歌がでんでん虫を使って世界中のファンを巻き込んだライブをやろうとしていたように、ジョイボーイは世界中の仲間たちと音声や映像をつなげて何かをやる準備をしていたのでしょうか。ロジャーが言ったとんでもねえ宝を残しやがってというセリフの宝が何を指すのかはまだ考え中ですが、この考察の延長上に答えがある気がします。今回は完全に映画のオマージュからの考察になりましたが、もう一つオマージュで触れておきたいものがあります。フィルムレッドとフィルムゴールドにはもう一つ隠された設定があると思うんです。フィルムレッドにも魔女という隠し設定がありました。見た目が魔女のイメージであるシャーロット・ブリュレが登場したり、ナミが鏡の中のブリュレに向かって喋りかける場面が白雪姫の王妃を想起させたり、エンディングの一場面が魔女の宅急便のエンディングに似ていたりしました。
ではフィルムゴールドの隠し設定は何だったかというと怪物です。というのも泥棒や潜入とは無関係なもののけ姫のオマージュが込められているからです。映画連動アニメのシルバーマインに登場したグツグツの実の溶鉱炉人間ビルはタタラバ、チョッパーにまたがり狙撃をするウソップはヤックルに乗って弓を射るアシタカのイメージ、巨大化して液化した状態の金で上空から人々を襲ったテゾーロがデイダラボッチのイメージです。ルフィにぶっ飛ばされて軍艦の上に落ちたテゾーロに対してサボが神でも降ってきたのかと思ったと言い、ルッチがあいつの通り名は怪物だと言っています。これも神であるラフテルにいる初代イム様がウラヌスであることを表していると思っています。では最後にどうやって初代イム様を連れて地底空間から脱出するのかについて考えます。僕の考えでは朝を告げる鶏のイメージである初代イム様を三角形から出さなくては世界の夜明けはやってきません。ここでヘミングウェイペーパーの話に戻るのですが、ウランの宮殿の中にはヘミングウェイの友の墓がありました。宝もそうですが古代兵器のプルトンも眠っていると表現されていますよね。僕は古代兵器ウラヌスである初代イム様も長い眠りについている、もしくは仮死状態にあると考えています。つまりラフテルは墓のイメージです。以前に考察しましたが、インペルダウンにはオリンポス十二神の一人であるヘーラーが刺激する怪物がたくさん出てきます。イム様はヘーラーのイメージだと考えたのですが、ヘーラーが刺激する怪物の中にスフィンクスがいるんです。前回までの動画で考察した通り、ラフテルの位置はこのような場所にあると思うので、ラフテルは NS ロビーの大穴の滝の裏にあります。同じく滝の裏にあることからラフテルのリンクだと考えられる白ひげの故郷の名もスフィンクスでした。スフィンクス、王の墓、三角形といえばピラミッドですね。ピラミッドで最も有名なクフ王の墓の付近では2艘の船が発見されており、それらは通称太陽の船です。もしかするとラフテルは同じく墓のイメージがあるスリラーバークみたいに島のように大きな船なのかもしれません。これをポセイドンの力を借りて引っ張りますが問題があります。引っ張った先は NS ロビーの大穴から落ちる滝です。ちょっと無謀な気もしますが、僕はその滝に落ちるのが正解なのだと思います。これのヒントは作中に何度も描かれている落下する場面です。ルフィは何度も仲間を連れて飛び降りていますし、黄金都市があった空島と黄金の国と呼ばれたワノ国から出港するときは船ごと落下しています。NS ロビーの大穴が空島にいた貸し紙の胃袋とのリンクであるとするならば、ルフィは何度も尻の穴から出ようとしていましたので、帰りは滝に落ちることで青色の星の尻の穴にあたる裏側からプッと出るのだと思います。現実にはそんなことはありえないので、深層海流にでも入って星の裏側まで抜けるのでしょうか。これは真下に落ちて短い時間に上下が逆さまになるイメージです。アマゾンリリーの崖の上からマーガレットを抱えて飛び降りた後にルフィが逆立ちで走り出したのもこのヒントなのではないかと考えています。お尻から出た島はうんこのイメージですから、ウソップのついた嘘も真実になります。では青色の星の尻の穴の場所はどこかというと、口である NS ロビーの裏側、グランドラインの終着地であるレッドラインの手前に出るはずです。これならば前半の海のラストでルフィが宣言したあのセリフ、世界をもう半周した場所でこの壁はもう一度見ることになる、その時は俺は海賊王だが現実になるということです。グランドラインを逆走して終わりでは一周したことにはならないので、フランキーの夢の船も完成しませんし、ブルックにもラブーンの約束通り正面から再開してほしい。あと一つ前の動画で話したルフィが手に入れる島のように大きな船がラフテルという可能性もある。そう考えるとこれが一番綺麗な答えなのかなと思います。3回にわたるラフテル考察いかがでしたでしょうか。面白かったという方はぜひチャンネル登録してください。高評価とコメントももらえるとモチベーション上がるのでお願いしたいです。ではまた次回。